こんにちは。今回はコスモスの風景を描いてみたいと思います。地平線を引きます。木を描きます。で、遠くに森を描きます。手前の大きな花を描いていきます。遠くに行くほど、だんだんと小さくしていきます。大中小の大きさの花を描きます。この、花の描き方は、まず当たりとして丸を描いて、で上を向いていたり横向いていたりする花は楕円で描きます。そして真ん中に中心の小さい丸を描いて、そこから、茎をですね出します。花びらはこのように中心に対角線の線を描いて、そこにこう花びらを当てはめていくと簡単に形がきれいに取れます。では下書きができましたので色を塗っていきます。筆はこちらの筆を使います。これはナムラという会社の日本画用の筆です。空から塗っていきます。セルリアンブルーです。一応雲を描きましたので、雲はちょっと気持ち避けて塗ります。遠くの森の中にも、この空の色を少し入れていくというのがちょっとしたポイントになります。このセルリアンブルーの水色というのは後ろに下がる性質がありますので、それを森や木の方にも少し入れると、ここからこの上に色を塗っても後ろに下がります。コスモスの、花のメインの色はオペラの色を使います。でオペラの色を濃くすると、前に
飛び出す、目立つ感じになります。でオペラの色を薄くするとあまり目立たなくなるので、遠くの方にも使えます。濃い色のコスモスにはローズマダーやクリムソンレーキをオペラの色に混ぜました。緑の色を塗っていきましょう。ウルトラマリンと、パーマネントイエローを混ぜています。でこうすると、濁った色の緑ができますので、これを円形の森に入れていきます。遠くの感じを出したいので、ウルトラマリンの青の方を多くしています。次にコスモスの葉の色を塗ります。パーマネントイエローレモンと、でこれは、コバルトブルーヒューを混ぜました。コバルトブルーヒューではなくてプルシャンブルーでも同じです。少し明るめのですね、鮮やかな、黄緑色を塗っています。コスモスの葉は、3段階に明るさを分けたいと思いますので、まずは最初に一番鮮やかな明るい色です。でこの色はこの全体を、覆う感じで塗ってしまいます。
次に、遠くの木を塗ります。で木はコスモスの、この明るい葉の色にイエローカーを足しています。イエローカーを足すことで、渋くなって後ろに下がります。明るい色を今塗りましたので、少し色を暗くします。でこれには青をですね、今はコバルトブルーヒューを混ぜていますが、これを多くして暗い葉の色を作って塗っています。で先ほど塗った明るい葉の色を潰さないように気をつけてください。コスモスの中心の部分を塗ります。イエローでですね、塗っています。ここでコスモスの花の陰影を少しつけます。オペラと、ローズ系の色ですね。ローズやクリムソンを混ぜて少し、ピンクを濃くした色を花の中心を、周りですね。とあと花びらの重なりのところに少し塗ります。陰影をぼかしていきます。すぐにぼかしてしまうとあの水が多くてですね、広がってしまうので、少し置いてぼかすという感じにしています。
コスモスの葉の、もう一段階、暗くなった色をですね塗っていきます。で色は先ほど遠くの木に使った暗い色で塗ります。コバルトブルーヒューとイエローとイエローカーが入っています。でイエローカーはそんなに入れなくてもですね、コバルトブルーヒューとイエローでも大丈夫なんですけれども、ちょっと鮮やかすぎたらイエローカーを足してください。でこちらもプルシャンブルーで代用は効きます。で葉の入れ方は、なんかこんな感じでですね、トントンとこう間を空けながら、コスモスの葉細かいですのでね、間を空けながら、色を入れていくという感じです。でこの時も下の色を潰しきらないように気をつけて、かなり間空けながらですね、このように塗っていただければと思います。ただ遠くのコスモスの、この茎の部分とかですねにも少し色を置いていきます。はい、では、いつも、最後に使っている暗い色を入れましょう。ウルトラマリンと、こちらはバーントシェンナです。でこれで暗い色ですねを作っていただいて、これを全体に入れていくんですけども、ちょっと今回の絵には暗すぎるので、ここに少しイエローだったりイエローカーだったりを足して、ちょっとね暗さを弱めて、グリーン系の色ですね、緑系の暗さにして、最後に入れていきます。でこれも、葉の中にですね、一番葉の奥の一番暗いところとして入れていきますので、かなり隙間を、意識してですね、奥の方に入れていくというつもりで、このようにトントンと置いていただければと思います。でこれも、コスモスの茎をですね意識しながら入れていく部分もあります。
はい、ではコスモスの葉の雰囲気ができましたので、遠くの木をしっかりと暗色で、陰影をつけます。で、遠くの木はあまり緑っぽい色にしないでですね、だいぶ暗い色で、しっかりと、締めていきたいと思います。ですのでウルトラマリンとバントシェンナを混ぜて、ちょっとイエローはもう足さないでですね、真っ暗な色という感じで陰影をつけます。ですがこれも最初に塗った色と2番目に塗った色を潰しきらないように気をつけて、隙間を空けながら暗い影を入れていってください。ではもう全体がですね見えてきましたので、細かい部分を、修正や、追加していきます。コスモスの花の、陰影をですねもう一度丁寧にですね入れていきます。色は同じでオペラと、ローズ系を足した色です。花にですね暗い色を入れるのって怖いかもしれないんですけれども、この暗い色をしっかり入れることで、花がリアルな感じですね、本物みたいに見えるということですので、やはりね陰影は怖がらずに入れていただければと思います。で、あとは遠くにですね、今ちょっと遠くや隙間に入れてるんですけども、花がいっぱい咲いてるというコスモス畑っていうイメージを強くしたいので、ちょっと隙間をですね今少し埋めていました。今やっているのがですね、花の形をですね整えています。で、花の色で整えるのではなくて、周りの葉の色で形を作っていくということをねしています。こうすることで花の色を濁らずにですね、綺麗なまま形だけ綺麗に整えられるっていう感じです。花びらの形が変だなと思ったら、緑の色をですねとか暗い色を、隙間に差し込んでいくという感じです。先ほど説明しましたが、少し置いてからねこのようにぼかすと、綺麗にねぼかせます。暗い色入れるとね怖いのですぐぼかそうとしちゃうんですけども、ここをねちょっとぐっとこらえてちょっと置いてからぼかすとね、このように綺麗にねぼかせます。で、この紙は木材パルプの紙なので、かなり簡単にね少し置いても簡単にぼかせてしまうので、ちょっとねそう色少し置くっていうのをねやってみてください。
ではこちらの筆でコスモスの茎をですね拭っていきます。リフトアウトという技術ですね。筆にお水をつけて、ほんの少しですけどもお水をつけて、こう暗くなっているところを拭っていくと、茎が表せます。この筆は、ホルベインの 500A リゼブルという、筆です。これ完全に 100% ナイロンではなくて、ちょっとこれも羊毛が入っているのかなと、人工繊維のプラスした筆ですね。コスモスの葉が細かいので暗い色を塗ったら、そこ拭うっていうふうなことをねしました。あと最後のこの調整をしてね、完成にしたいと思います。はい、では完成です。ここのところ展示会の動画ばかりで、コスモスが間に合ってよかったです。参考にしてください。